状況を聞いてもいいか？笑われるだろうが、私も状況をさほど把握しているわけではない。君の隣にいる子はどこかの研究機関から逃亡してきたのだと思うが、詳しい状況を覚えていない。さっきの奴らは彼女を追跡して殺すつもりだ。町でしばらく活動していたはずだが、今夜は私の店を襲うことを選んだ。もちろん後半は私の推測だ。カーチェイスをするほどの敵がいる覚えはないんだがな。ゴルカ、腕を元に戻して挨拶するんだ。ドアを傷つけるから手を上げるんじゃないぞ。うわ、緊張しすぎて忘れてた。こんばんは。ナビゲーターと呼んでくれ。こんばんは。ナビゲーターのお兄さん。店長がそう呼ぶのはまあいいとして、少し歯がゆいな。だったら私はそう呼んじゃいけないの？別に決まりはないけどな。まあいい、今はそんな話をしてる場合じゃない。店長、大体の目的地はあるのか？逃げることは決めてあったようだが、このままカティアを車で横断するってことはないよな。ボロトネイ郊外のあの辺りの森に隠れ家がある。田舎町の郊外の森に隠れ家があるのか？軍にいた頃に建てたんだ。ボロトネイは一時期戦場になったことがある。現在は場所を選ばないからな。当時は急いでいたからかなり簡素な建物だ。だが数年前に整理したから使うことはできるだろう。捕まっててくれ。突っ走るぞ。また追ってか？そうじゃない。さっきスピードを出しすぎたせいで警察がすっ飛んできたらしい。こんな時に捕まるのはやめておこう。後でちゃんと罰金を払う。いつも自分は法を守る市民だって言ってるのに。ちゃんと座ってて。待って、このベルトどうやって締めるのかわかんないんだけど。ここで降りよう。次は歩くぞ。町からそんなに離れてないみたいだな。いずれにしろ町を出ると一般人の生活とは無縁の場所になる。2キロだろうが3キロだろうがさほど変わりはない。車を隠しておかないと。いや、雪の中でそんなことをしても無意味だな。このまま出発しよう。次は歩いてこの森を突っ切る。何事もなければ1時間と少しで隠れ家に着くだろう。夜に雪の積もった森を抜けるのが明暗じゃないことは分かっている。それでもあいつらが永遠に追ってこないという保証がない限り急いだ方がいい。君たちは大丈夫そうか？ああ、俺は訓練を受けたことがあるから1時間ちょっとなら持ちこたえられる。私も平気だよ。客観的に見て寒さに強いからね。分かった。懐中電灯と防寒具を持って私についてきてくれ。体調が悪ければすぐに報告を。それ以外はなるべく離さず体力の消耗を防ごう。時々振り返って誰か遅れていないか確認する。自分でも気をつけてくれ。体が冷えてきたら温かい飲み物を飲むこと。あの木に前に残した目印があるはずだ。確かめてくる。戻ったら出発するぞ。なんていうか、店長は常に何事に対してもあんな感じで準備がいいのか？違うと思う。どっちかっていうと普段の生活ではろくでもない感じかな。夕方まで寝てたりファストフードばっか食べたり。お前は人類社会に触れてからそんなに経ってないんだよな。なぜそんな俗っぽい評価ができるんだ？何日か前に来たお客さんがそう言ってたんだよ。口うるさい女中みたいだって店長が愚痴ってた。それは心が広い部類に入るな。
昨日話をしてから店長はずっと忙しくしてたみたい。話？そこは話せば超長くなるよ。ここは体力を節約してカレクガに行ってから話そう。隠れ家だ。そういえばお前顔が赤くないか？別に見間違いじゃない？ルートは確認した。特に問題ないだろう。月明かりがあるうちに行こう。カティアのドライバーがなぜ複雑そうな口調で祖国を表現するのか今わかった。こんな環境で暮らしたいと思う者は少ないだろうな。時が経って他の感情が湧いてくるのはまた別の話だ。もうひと踏ん張りだ。この先の坂を這い上がれば着くからな。ここ知ってる。建物だと思って見てたら洞窟より隙間風が多かった家。君が描いたあれは少し似てると思っていたんだ。本当にそうだったのか。あの時私はここを越えてからもずっと歩いたの。町からこんなに近かったとは思わなかったよ。待って、それって店長の隠れ家がここ数年で熊か何かに破壊されたってこと？いや、隠れ家である以上荒れ地の未完成の建物みたいに目立つはずないよな。なかなか目ざといな、ナビゲーターのお兄さん。最近開けられた形跡は見当たらないな。入ろう。外で凍えるよりマシだ。地下室を改造したみたいだな。カティアの野外にはよくハンター小屋と呼ばれる建物があるんだが、中には地下室を備えているものもある。上にある建物は半分修理して廃棄されたんだろう。そうでなければあんなにボロボロになっていない。ゴルカ。通路の突き当たりを左に曲がると鍵のかかった貯蔵室があって中に缶詰がある。いくつか持ってきてくれ。ついでに残りの数も数えてほしい。ナビゲーター、私は発電機をチェックしてくる。手伝ってくれるか？ああ、わかった。大丈夫か、店長？まあな。ただ疲れただけだ。あのゴルカとはどうやって出会ったんだ？本当に偶然だったんだ。こんな言い方じゃ何かを隠していると思われるかもしれないが、本当のことだ。
あの日は早起きしたんだが、料理をする気にならなくて、行きつけのファストフード店にランチを買いに行った。そしたらチンピラどもが誰かを追っている場面に出くわした。気まぐれについていったら事態が進展して、それから謎の改造美少女がうちのインターンになったってわけだ。商業映画の冒頭みたいな展開だな。やめてくれ。私はただの善良で誠実な一般市民だ。善良で誠実な一般市民は慣れた手つきで気絶したチンピラを担いで登場したりはしない。反論できないな。そうだ、あの子の身に何が起きたのかはっきり言っておこう。だが前に言ったようにほとんどは私の推測に過ぎないからな。あの子は旅の途中、日記のようなメモを書いていた。直接見てみるといい。私が話すよりよくわかるだろう。ああ、ありがとう。その発電機修理してやろうか。さほど精密な技術じゃないから、私だけで何とかできるはずだ。そういえばゴルカって名は店長がつけたのか？あの子が自分でつけたんだ。ついでに言うと、最初は身分を偽ろうと頑張っていた。おそらくどこかでそんな名前の小説でも拾ったんだろう。どっちにしろいい名だ。あの子も何も言わないから、そのままそう呼んでいる。さあ、これでいいだろう。これで今日はよく眠れるはずだ。あとは発電機が正常に稼働してこいつに接続できれば。簡易式の送信機か？そうだ。一生ここに隠れているわけにはいかないからな。常識的に言ってありえない。本当はゴルカをアイギス時代の知り合いに託すつもりだった。明日会う約束をしていたんだが、ここに逃げてきたからには彼女も呼び寄せた方がいいだろう。通常の通信手段では妨害されるかもしれない。だから待てよ。私は型にはまった思考に陥っていたようだ。君はアイギスのナビゲーターなんだから、直接君に頼めばいいじゃないか。ああ、その件についてはがっかりさせてしまうと思う。ちょっと前に確認してみたんだが、あの時の混乱で俺の端末と携帯電話は君の店に埋もれてるだろうな。応援ありがとう。おかげで今までの行動が馬鹿げた結果にならずに済んだ。まあ喜ばしいことではないが、なら本来の計画通りに行こう。送信機の作動原理なら大体わかる。でもこの計画はちょっと楽観的すぎないか？事前に連絡もしてないのに、その人は当たり前のようにお前の信号を探すと思うか？この信号は私たちが軍にいた頃の内部通信用なんだ。部隊の暗号みたいなものだな。彼女なら一目見ればわかる。ロジックについては店があんなことになってしまった。それに彼女にも言ってあるが、この件には様々な背景が絡んでそうな気がする。その知り合いは口うるさくてじっとしていられない人なんだが、何でもできるかのように厄介なんだ。だからきっとこちらを見つけられる。店長、そのアイギスの知り合いは現役のドライバーなのか？エフゲニアだ。すべての行動がセイレーンの最高の広告になるような大英雄、エフゲニア。どうした？彼女と会ったことがあるのか？